皆さんこんにちは。ひとたび私の目に留まったお酒と酒蔵は必ずメジャーになります。メジャー請負にカリスマ日本酒バイヤー中野絵里です。今日は文化人というお酒を作っていらっしゃいます株式会社有沢さんにお邪魔しています。場所はですね、高知県香美市土佐山田というところです。駅からもうそこに駅が見えてるんですけども、駅から100メートル、駅前留学ならぬ駅前醸造な文化人さんで、創業1877年ですから明治の10年ですね。もう随分こちらも長くやってらっしゃいます。今日お話伺いますのは5代目の蔵元さんの奥様、5代目女将です。有沢彩ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。5代目女将有沢彩です。株式会社有沢の、5代目の女将有沢彩と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日はもうみんなが大好き、もうなんかアイドル商品ですよね。有沢さんの夏純銀、はい、瓶詰めされるっていうことで、はい、もうときめきマックスで伺ってます。はい、ドキドキ。瓶詰めの作業もこれから拝見して、でその後スペシャルな場所で2人で乙女トークっていうことになりますよね。はい、最後まで皆さんご覧ください。途中で切らないで。案内してもらいます。じゃあ瓶詰め機奥になってます。ゆりさん前来た時はなかった機械なんですよ。瓶詰め機あったけど、っていうとこですよね。そうです。あったけどあれはほぼ手動っていう感じだったんですよね。でもあれはあれで素敵でしたけどもうすごい大変というね。そうなんですよ。ちょっと3年ほど前に導入をしまして、ピカピカすごい美しい。入れました。頑張ってね。あそこからこうクーッと瓶を入れると、空瓶を入れると真ん中で4本こうノズルが降りてきて充填します。で充填したものにキャップかぶったものが出てきます。すごいです。瓶はくるくる回る、人がくるくる働き回るというポジションにいらっしゃるのが5代目の蔵元さん、有沢康介さんですね。ご主人です。くるくる働き回るっていうか、もう海外しく働きますよね。もう蔵の皆さんってね。素晴らしい。この勤勉さが美味しいお酒を生む。特に今日はちょっと2人なので2人で交代しながら瓶詰めをします。大体今日どのぐらいの時間やられるんですか、目安としては。多分5時間かかるかかからないかぐらいじゃないかなと。5時間ずっとこれ。そうです。ずっとこれ。はい。で早い方です。早い方。今日ってことは少ない？今日は少ない。ちょっとだけ少ない。ちょっと少ない。それで5時間これやりっぱなし。やりっぱなしです。すごいハードだな。まあでもそこに立って瓶入れてできたの出してっていうのをずっと一人でできる機械なので、何人も必要にならないんで重宝してます。はい、あやちゃん瓶詰めご苦労様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。本当になんかもう機械の性能にびっくりしたのと、ピカピカなんて言ったってピカピカ、私が初めて見るタイプの、充填器だったんですけど、あれね、ワンテーブルで、少人数小ロットで機械化っていうのはすごいいいなって思いました。素晴らしい機械を入れられて、スペースに入るっていうことと、あとまあやれば一人でできるっていうのを条件に社長が探し出してきた機械です。
あれ着てからだいぶ変わりました？だいぶ楽ですだいぶね。楽。瓶詰めの時間も多分半分ぐらいになってるので、あと労力もだいぶ少なくなりましたし、まあ楽ですね。あれなかったら死んでます。そうね、なんか毎年こう酒造期に入ってこう2ヶ月3ヶ月したらあやちゃんがどんどんやつれていく情報が耳に入ってきてもうなんかちょっとあやさんちょっとやばいかもみたいなねえ、それぐらいやっぱ大変ですよね、お酒そうです作って。ね。やっぱうち人も全然いないので、なかなかやっぱりこう夕方までやって帰ってスタッフの方が帰ってその後は私と主人でやらないといけないので、なるべく一つの作業に2人も3人も4人もかからなくていいようにしておかないとできなくなるんですよ。積むっていうか、そうならないように。はい。この酒造期ってどうでした？振り返って。今年はですね、その人が私と主人とあと1人男の子がいてっていう3人体制で初めてやったんですけれども、史上最小人数でできるかなって思ったけど、その仕込みの間隔をちょっと緩やかに開けていったんですね。なので毎日古式をこうガス入れて蒸さなくてもいいっていう状況になって、蒸さない日が2、3日1週間の中にあるってこんなに楽なのって思って、楽だったんでもう元には戻れないと思います。しばらくこのペースで、はい、来年も行こうかなって。やっぱ虫って大変ですよね。大変です。もう掘ったりとか、もう運んだりとか何したりとかですよね。朝も早いし。そうです。でやっぱり蒸すってことは前の日に洗米があるってことなんで、もうその2つがない何もない日とかっていうのもあって、その日はもう朝から瓶詰めできるやんとか朝から火入れできるやんみたいな日が結構あったんで、だからこう夕方で終われてたっていうのが今年はすごい良かったですね。なんか文化人さんってね、近年っていうかもう本当この10年近くの間で、飛ぶ鳥を落とす勢いじゃないですか。いやマジでもう私だってここ来るまでに今日なんかカラス3羽落ちたん見たもん。落ちた。もう私は文化人って言うたらカラス3羽バー落ちて。すごい文化人すごい飛ぶ鳥を落とす勢いですよマジで。いや本当すごいと思う。私初めてあやちゃんと会ったのが2010年違う2011年の若手の夜明けかな。はい、大阪のですよね。そうですね。当時キッドさんとか七本槍さんとかもこう参加してらっしゃった若手の酒造家さんが自らこう運営主催しているイベントで一番最初お目にかかった時にね、なんだろう、私はいいなと思って、文化人っていいなって思って、でその時はもうすでに私も乙女の日本酒プロモーションいつもの例の霊長類最強の乙女たちを集めてやるねイベントやってたんで、この人うち来てもらいたいと思ってご挨拶をしてね、私もこんなイベントやってるんでよかったら出ていただけませんかみたいに言ったらものすごい反応が悪かってはあみたいな感じでそんなつもりなかったんですけどね。もうなんかかなり平井寛子後ずさり事件よりもショックやった。なんかめっちゃ反応ないなって。私でもその時ってあれなんですよ、その若手の夜明けに出たのも社長が行けなかったから代理で行ってたんですよ。なのでこう代理ですみませんっていう気持ちでずっといたので、だからかもしれないです。受け止めました。はい、私でごめんねっていう感じだったということで。もう本当に来る方全員にすいません代理でって思ってたのであの時は。翌年だから2012年かやっぱり出てもらいたいっ
っていう思いが私の中で変わらなかったんで、はい、電話して出てくれませんかって再度お願いしたら、その時にこう言われたのがね、私はがっつりお酒造りをしてない、うん、で当然杜氏でもない、うん、でそれから蔵元は主人ですと、でなおかつって私は他の方みたいにその酒蔵に生まれ育ってもないって、ただ嫁なんだけなんでって、その他の方メンバー見たらすごい方ばっかりで、私はとてもみたいな感じでまたちょっと断られるような雰囲気が最初あったんですけど、まあご利用しというか全然あなたがいいんですみたいな感じで引っ張り出したのが2012年の乙女の日本酒プロモーション「心に酒を灯そう」という、サブタイトルがついた回だったんですけど、どうでした？一度ポンと出てきてもらって、乙女。本当に私でいいんですかみたいなのは多分何回も聞いたと思うんですよ、電話の時に。聞かれた。で全然いいですってエリさんが言ってくださったので、すごいこうドーンって背中を押された感じがあったんですよ。それで勇気を出して独り立ちしてみるかっていう気分で行って、で年って着物とかを着ましょうってみんなで、なんかすごい凝った感じだったんですよね。女の人っていうのにすごいスポットを当ててエリさんが企画をしてくださってたイベントだったので、着物着て8匹着てお酒をサービスするっていうのをやらせてもらって、あ、これ主人じゃなくてもできるなってちょっと思ったんですよね。なんか何にそんなにとらわれていたんだろう自分がっていう、なんかむしろ自分が出た方がいいのかもしれないっていう気づきをすごいいっぱいもらったイベントでした。乙女に出たのがきっかけで営業自分がやった方がいいっていうふうに思ってで回るようになったんですよ。もうそれまでは全然何もしてなかったので。あやちゃんがでもそうやって外にねガンガン出ていくようになってからやっぱりグーンじゃないですか。やっぱいいお酒を作ってても知ってもらわないと、そうなんですね、たくさんの人に飲んでもらわないとっていうところ、それをだからものすごく夫婦で康介さんはやっぱあくまで技術屋さんでお酒をもうとことん納得いくように作ると、でもちろんあやちゃんもお酒作りちゃんと手伝ってあれもこれも全部やってるけど、じゃあオフシーズンになったらもう日本中飛び回るというとこで、文化人っていうこの使命をねたくさんの人が知るっていうところに至ったと思います、スーパー営業マンですよもうスーパーいやハイパー営業マン結局表に出るべき人だったんですよね。なんかどうなんでしょうね。私多分この1年ほぼ誰にも会わない状態で過ごしましたけど、なんかちょっと腐るっていうか気分がどっか行って誰かと喋りたいみたいなのはすごいありますね。実は昨日ですねボクさん、高知市のね、中心街にあるボクさんという日本酒を扱ってらっしゃるバーにお邪魔して、ボクさんのマスターに、相沢彩ちゃんの今と昔みたいな話をね伺ってきたんですけど。子はね、すごくね、当時出産で朝7時ぐらいからアルバイトしてて、で5時ぐらいに終わって、そこからうちに来たりとかして、とにかく働き者ですよね。やっぱ頑張りすぎる子だから頑張りすぎ部分を心配しているとおっしゃってて、でとにかくあの子は昔からものすごい働き者。どうないしたらあんな子が育ったんか、もう親御さんの顔みたいって
もう、はい、逆バージョンでおっしゃってて、なるほどなって思ったんですけど、何年か前、5、6年前かな、聞いた時に酒蔵に有沢にお嫁に来てなかったらどうしてたかなって思っても思い浮かばない。私にはもうこの人生しかないっていう風に聞いて、シンデレラやなと思った。お酒が好き、文化人が好き、文化人美味しいよ美味しいよってみんなになんか、広めて伝えてってしてるうちに、作り手さんと出会って、お嫁に来て、で振り返った時に他の人生はもう考えられないって、私これしかないって言える、なんかもうすごい清々しさみたいなで、感じて、でもお嫁に来た時の話とかね、ちょっとなんか私だけが役に立ってないみたいな話とかも聞くと、ちょっとなんやろう、胸がこうキュッときたりとかするんですけど、当時はその作りの方はまだ人がいたので、私はその結婚する前はちょっと事務伝票処理とか、あとちょっとラベル貼ったりとか、そういうことを週の半分ぐらい来てやってくれたらいいからと主人に言われてたんですよ。で、ちょっと優雅に酒蔵の奥様的な感じで過ごせるのかなって思ってたんですけど、来てみたら何をっていう毎日その事務処理だけじゃなくて、事務処理もう伝票打ったら配達も行ってきてとか、なんかどんどんこう仕事が増えるというか、ちょっとこれ騙しすぎじゃないみたいなのがあって、最初の頃で、初めてやる仕事だし、事務もその配達行ってちょっと次の商品の案内をするみたいな、ちょっと営業みたいなこととかも初めてやることだったので、それで帰ってきたらラベル貼ってみたいな、やることが多すぎて無理ってなってました。最初の1年ぐらいはもうやるっきゃないわみたいな。やってたんですけど、なんか優先順位とかもちょっと分からなくなって、こうパニックになって、最初は本当にその酒蔵の奥の今瓶詰めしてた奥に冷凍庫が前あったんですけど、大きい冷凍庫じゃないところがちょっとその前はあんまり人が来ないので、その前でちょっとこの P ケースを蹴ってみたりとかしてやっちゃったりして、もうだから自分へのこの自分の不甲斐なさ的なところでピー箱蹴るみたいな、それもあるし、なんでこんなにいろいろ言いつけてくるっていう主人への苛立ちみたいなものも話が違うやないかと。違うやないかっていう。それから15年経って、今だって全部係でしょ。すごいですよ、ね、もうあの時の自分を叱ってやりたいぐらいにお前それ1日でできるわっていう感じですかね。いや素晴らしいと思います本当に。ではちょっと近々こうなります、何がリリースされます的なアナウンスないですか。はい、5月のゴールデンウィーク明けに毎年おなじみの文化人夏純銀っていう夏のお酒をリリースします。はい、待ってました。はい、可愛いお化けのラベル、お化けちゃんを。そしてこのお化け、今年も光りますか。光ります。光ります。今年も光りますよ。はい、ということでね、今日は土佐山田の空の下です。そして文化人醸造元株式会社有様の上、この下で今康介さんが瓶詰めしてます。はい、はい、で5代目女将の有沢彩ちゃんのなんていうかすごくソウルフルなね感じである意味なんだろう、いい意味でのパンクな生き方なんですけど、はい、ありがとうございます。土佐の八金ですね。もう八金ってやっぱりいろんな意味の捉え方をする、マイナスイメージに捉える方もいらっしゃると思うんですけども、とってもいい意味で働き者でね、チャキチャキとして人を思いやってっていうお手本のような八金彩ちゃん。ありがとうございます。はい、もう5代目女将の八金ソウルにガブリ寄りみたいな感じで、はい、やりました。またこれからもね、よろしくお願いします。はい、こちらこそ、
もう10年前みたいに嫌がらないでね。嫌がってない全部。はい、ということで文化人醸造元株式会社有沢の上5代目女将有沢彩ちゃんとお届けしました。ちゃんちゃんじゃん。